今日は劇場に響く大音量のボーカル、オペラのスタイルを解説するよ。オペラは非常に知名度の高い演劇。名前を知らない人はほぼいないはず。また独特な歌唱法も有名だね。聞いたことある人も多いんじゃないかな。その有名で個性もあるスタイルをなぜ今まで解説しなかったかというと、まず素ので効果のあるスタイルが少ない。大半のオペラ用語は効果がないよ。次に曲調がかなり不安定になる。同じスタイルでも違う曲になりやすい。オペラは劇の場面場面によって曲調が大きく変わる音楽だから、特定の曲調にする力が弱いんだろうね。他のスタイルにもあまり影響を与えない。最後に素ののオペラ系スタイルはボーカルが複数人になる効果がある。素のの複数人ボーカルは前に解説した通り非常に不安定。歌詞が飛んだり歌声が不自然に変化する。正常な曲が生成されないことも多いよ。だから素ののオペラ系スタイルは正直なところ非常に使いにくいと思う。ただ唯一無二の個性的な特徴があって魅力のあるスタイルでもあるんだよね。オペラはオペラ歌唱を曲に入れる一番単純で無難なスタイルだよ。曲調は基本的にクラシック風になる。でもロック要素が混ざることも多いよ。なぜロック要素が混ざるのかは後で解説するロックオペラの影響かな。ただオペラ系の曲調は効果が弱い。他のスタイルと混ぜるとすぐ消えるよ。ベリズムオペラは激しい展開が特徴的なオペラのジャンル。素のでも激しいオペラ歌唱になるよ。高音の女性ボーカルになりやすいね。それと曲調をクラシック風にする。結構本格的なクラシックになりやすい。弦楽器だけでなく木管、金管が主役になるパートも生成されるし、曲構成も現代の曲とは違うクラシックに近い流れになりやすいよ。かなり魅力的な効果ではあるんだけど、残念ながらこれも効果が弱いんだ。オペレッタは軽快で明るい雰囲気が特徴的なオペラのジャンル。素のでも他のオペラ系スタイルより軽快な感じのボーカルになりやすい。曲調も例えばワルツのようなダンス系のクラシック風の曲になるよ。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。
オペラのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。オペラ系スタイルの特徴はもちろんオペラ歌唱を曲に入れること。それ以外の特徴はあまりないから楽器スタイルに近い性質と言えるね。ただあえてインストにしてオペラ歌唱の強烈な影響を消すとまた違った雰囲気の曲が生成できる。そんな二面性のあるスタイルと言えるね。動画の後半はオペラから派生したいくつかの音楽ジャンルを解説するよ。ミュージカルはオペラから派生した演劇。これも非常に知名度は高いよね。オペレッタからクラシック要素とオペラ歌唱を抜いたのがミュージカルだよ。まあだからスノの場合だと単なる複数人ボーカルスタイルになる。曲調はミュージカルらしいスウィングジャズ風に変化するけどオペラ系らしく弱い効果になる。他のスタイルと混ぜると消えちゃうよ。オペラティックポップは名前の通りオペラ要素を入れたポップスのこと。スノだとオペラ歌唱にはなるけど曲調はポップスにかなり近寄るよ。オペラの雰囲気をできる限り抑えて歌だけオペラ風にしたい時に便利だね。シンフォニックメタルはオペラ的な要素を取り入れたメタル。オペラとロックが融合したジャンルはロックオペラが有名なんだけどスノのロックオペラは微妙な効果だから代わりにシンフォニックメタルを紹介するよ。シンフォニックメタルはオペラのように物語性のある展開やオーケストラ楽器の使用が特徴だけどオペラ歌唱にする効果はないよ。もしオペラ歌唱のメタルにしたいならオペラティックメタルを使うといい。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。オペラ関連の音楽ジャンルスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。最後のメタル2種類の例が特に分かりやすかったと思うけどオペラ歌唱そのものが大きく曲調を変える効果を持っている。だからオペラ歌唱を入れた曲はどれも似た雰囲気になってしまうね。ボーカルスタイルとして考えるとかなり使いにくい効果だとは思うよ。ただ動画の最初で言った通り唯一無二の魅力的な効果でもある。使うスタイルによってオペラ歌唱の強さはある程度調整できるからいろいろと試行錯誤して理想的なオペラ風ボーカルを作ってみるといいよ。それじゃ
またね。